海道ツーリング3日目後半のかぶじいさん。日曜日スタンドどこも空いてない。マジでピンチ。さらにあそこも空いてないし、本当のガス欠に遭遇。嘘でしょ。さらにハンちゃんエンジンがかからない。日没までにキャンプ場に着けるのか。トラブル三昧に笑うしかない。かぶじいさん。動画の最後に次回の予告編があります。最後までお付き合いくださいね。はい、皆さんこんにちは、かぶじいさんです。今回は3日目の後半になります。1日目、新千歳空港から中類町、2日目、中類町から阿寒湖までの動画は概要欄にリンク貼ってますので、そちらをぜひ見てくださいね。この海洋大は私にとっては地球の雄大さ、大きさを教えてくれたとともに、地球の儚さ、宇宙の中でのちっぽけな地球、そんなことも教えてくれた思い出の場所なんですよね。今この青空に向かって飛び出そうとしてる、そんな感覚でこのジェットコースターロードを走っているところです。これからね、知床半島に向かいますね。37年前、この海洋大のジェットコースターロードでね、走った時の写真です。懐かしいですね。今回も1枚撮ってみました。知床目指すかぶじいさん。できるだけこういうね、裏街道を使いながら知床方面へ向かってます。前回も言いましたけど、私がすごい気になってるこの白黒まだらの枯れ草ロード、これどういう意味があるのか、ぜひ皆さんコメント欄で教えてもらいたいんですよね。はい、ここですね。ここ知床半島の付け根を左右に、縦断する。右が標津町へ、左が斜里の方向へ行く道ですね。今標津町の方へ向かってます。この丸い地平線を見てますとね、癒されますね。本当非日常にどっぷり使ってる感じがします。国道335号線に入りました。右手根室海峡ですね。ここは標津町の中類という場所ですね。真っ青な水平線が見えます。ちょっとね、気がかりになってることが、今ガソリンがもうすぐエンプティーマーク。阿寒湖出てから約100キロ走ってんですけど、ずっと裏道来たもんで、ここまでガソリンスタンド1軒もなかったんですよ。裏道走りしてるとこういうことになるんですね。今日はね、日曜日なんで、仮にスタンドがあったとしてもね、閉まってるかもしれないんですよね。去年の北海道ツーリングでは持ってきていたガソリン携行缶、今年は UL 化のために置いてきちゃったんですよね。それが裏目に出てしまうかもしれません。参ったなぁ。ちょうどお昼の時間になりましたんで、セイコまでお昼ご飯仕入れて、近くの漁港へね、行って食べようと思います。はい、こちらね、知床の横断道路まであと5キロぐらいのところの松の漁港というところですね。気温は22度。ポッカポカですね。もうすごい気持ちいいです。で、はい。セイコまで仕入れたおにぎりと納豆巻きね、食べますね。ハンターカブの横にね、あぐらかいて食べながら、ハンターカブのね、ちょっと不具合とかないか、なんとなくね、低い目線でね、見ながら食べてるとこですね。ハンターカブは、燃料ランプが点滅しだしたら、要は残燃料が少ないですよの警告がついてから、約1リッター燃料残ってるということで、今日までの燃費が約リッター50なので、点滅しだしてから50キロ走れるんですけど、これから行こうとしてるとこは知床峠なのでね、ガソリンがあと残りわずかなんて、そんな状態でこの険しいね峠道を走るなんて、そんな不安なことはできませんのでね、ちょっと心配です。これからね、知床横断道路までの間にガソリンスタンドは2カ所あるので、そこが空いてることにね期待して、このままね行こうかなと思ってます。もしなかったらもう引き返すしかないんですよね。はい、ガソリンスタンドね見えてきました。空いてるんでしょうか。運命の一瞬です。は
はい、皆さんの期待通り空いてませんでした。いや、これね、ほんと笑えないです。動画のネタとしては最高なんですけどね、参りました。で、あと1件あるので、そこに望みを託して走ります。ガス欠寸前、株じいさん。知床の峠に入るまでのラスト1軒のガソリンスタンド近づいてきました。さあ、空いてるんでしょうか。さあ、空いてました。ラッキー。これね、空いてなかったらほんと引き返さなきゃいけなかったんで、まだ株じいさんまだまだついてるのかなって思うことにしました。この後起きる最悪の事態をまだ知る由もない株じいさん。この時の燃費はリッター 50.9 キロでしたね。ハンター株お腹が満タンになりましたんだね。心置きなく知床峠を目指したいと思います。今どこにいるかというと、この点滅の羅臼町ですね。これから知床の峠へ入ってきます。国道334号線知床横断道路登り始めました。知床っていうのはアイヌ語で、はい、上地さん、アイヌ語で地の果てっていう意味なんですよね。世界遺産に登録された世界でも稀に見る生態系が原始の時代からね残ってる有名な場所です。株じいさんはこの知床峠、若い頃に3回バイクで来てるんですけど、3回とも霧に覆われていて何にも見えなかったんですよね。なんで今回この快晴の知床峠を見れたの本当感動的です。はい、今知床峠の展望台に着きましたね。目の前がね、この海、そして羅臼岳ですね。でね、それよりも何よりも今ね、とにかくトイレに行きたいんで、トイレ入ろうと思ったら、この日本が世界に誇る観光名所のトイレが日曜に空いてないってどういうことって。でね、株じいさんもおしっこ漏れちゃいそうでほんと焦ったんですけれども、駐車場よくよく見たら別の場所にたくさんトイレあったんですよね。でね、しれーっとね、トイレ行きましたよ。知床だけにね。この目の前に北方領土の島々がほんとすぐそこに見えるんですよね。風が強くてね、体が冷えてきちゃいましたんでね、早々に出発して反対側の斜里の方を目指すことにしますね。ここはこの峠を挟んで羅臼川と斜里川で天気が全く異なるなんてこともあるんですよね。私が40数年前入社した時の会社の先輩のお父さんがこの知床でマタギをされていて、マタギっていうのは伝統的な方法で集団で狩りを行う人たちです。ただのハンターとは違うんですよ。その方が熊に襲われて亡くなられたっていうことがありまして、それから熊の怖さがね脳裏に焼き付きました。知床横断道路をねいよいよ下り切りまして、海沿いに出てきました。すごいいい天気で気持ちいいですね。はい、野営しましてね、もうすぐウトロの港ですね。はい、ここは大きな漁港でホテルとかもね結構あります。夕日でねが綺麗で有名な場所ですね。ここでキャンプしてみたいですね。おしんこしんの滝というところに来ました。この知床半島にはたくさんの滝があるんですけれども、そのうちの一つ有名な滝ですね。おしんこしんというのはエゾマツが群生しているところという意味だそうです。後半まさかの事態に。株じいさんチャンネルは還暦を過ぎた私株じいさんがクロス株との出会いで人生が変わったをメインテーマに、ツーリング、キャンプ、ハイキング、登山、旅行、様々な道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですがどんまいに。チャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。おしんこしんの滝を後に、北の方向へね走り始めました。そろそろ今日のキャンプ地をね絞るタイミングですね。
前回の動画でも話しました通り、今回の北海道ツーリングは日々の天気を見つつ、行き先はその日暮らしで適当に成り行きで決めるスタイルで走ってます。今日は昨日回るつもりが雷雨で来れなかった海洋台、そして知床と。で、その先は北へ行って網走か北見あたりへ行こうかなと考えて走ってます。最終的な行き先は快適そうなキャンプ場、できれば無料のキャンプ場があればいいなということがポイントになっていて、もし大雨などでキャンプは厳しいと思ったら、その時はもう宿を適当に探すっていうスタイルですね。ちょうど昨晩は雷雨の後で疲労もあって、テント泊を断念してビジネスホテルにね飛び込んだっていう流れです。この行き当たりばったりの旅のスタイルは少々不安もあるんですけれども、その日その日の天気と気分と流れで行き先を大まかに決めて、あとは成り行きで走る気ままにのんびりの旅のスタイルです。こうすると旅の途中でふと目に留まった景色を見ながらゆっくり休むとか、美味しいものなんか食べられたり、予想外の素晴らしいキャンプ場に出会えたり、そういう想定外の旅、ワクワクの旅ができるっていうことに去年の北海道ツーリングで気がついたんですよね。それもこれものんびり走りが楽しい株のおかげだと思っています。そんなことをね考えながらのんびり走っていましたら、皆さんびっくりしないでくださいね。なんと私ガス欠に遭遇してしまいました。そんなバカな、さっき給油したばかりじゃない、せいぜい50キロもまだ走ってないでしょって思いますよね。はい、そんなバカななんです。実は私のハンター株がガス欠ではなくて、何が起きたかというと、この国道244号線をね走っていましたら、何やら前方人がバイクを押してる光景が目に入ってきまして、ちょっと速度を落としてすれ違いながら様子を伺うと、男の人が黄色いクロスカブをね押しながら路肩をとぼとぼ歩いてたんですよ。さすがに気になりまして、私がすぐその先10メートルくらいで路肩にねハンターカブ止めて、ちょっとねその男性の方行きましてね、こんにちはどうしたんですかって尋ねましたら、いやーガス欠なんです。あらどちらから来ているんですか。私はこの人本州から来た、日曜日の北海道のスタンドは空いてなさ加減が半端ないってことをあんまり知らない本州のライダーだろうなって予想して聞いたら、すると北見ですって言うんです。北海道の北見って聞くと、これから北見へ帰る途中で幹線走ってればガススタンドまだ何軒か空いてるだろうよって舐めて走ってたら、行けど暮らせどガソリンスタンドが閉まってて、みるみる減ってきて、ここへ来てついにガス欠になっちゃったっていうね、もうねほっとくわけもいかない雰囲気になりましてね。でその方の話だと、この先2キロぐらい行くとガソリンスタンドがあるはずなので、今ね押してるんですよって言ってました。でもね放っておけなくなってね、分かりましたと、ガソリン買って何かに入れてここまで戻ってきますよってね提案しましてね、私ねそのガソリンスタンドを目指してまた走りました。ところがなんと行けど暮らせどガソリンスタンドないんです。結局ね10キロほど走ってようやくこのガソリンスタンドが空いてましたね。北連のガソリンスタンドで、スタンドの店員さんに事情話したら、上がりましたっつってねガソリンの携行缶貸してくれてね、クロスカブへ入れるってことで3リッターほどガソリン買って、またさっきのところまでね戻ってガソリンをお届けすることができました。これで往復約ね20キロ、結構時間ロスしましたね。でもカブじいさんなんか人助けができたのでね、なんとなく充実した晴れ晴れしい気分でしたね。もしねあのままこの人カブを押しながら歩いてたら3時間くらいかかりますでしょう。その間にねガソリンスタンドね閉まっちゃいますからね。そしたらもうこの人どうしてたのかなと思いました。後でゆっくり考えたらね JAF 呼ぶとかいろいろ手もあったと思うんですけどね、その時は全くそういうのもひらめかないでね、もうバカでしたね。人助けも終わりましてね、これから道の駅華やか小清水というところによって夕飯を仕入れましてね、さあ出発というところで
ね、ハンター株エンジンがかからないんですよ。参りました。スタートスイッチね、押してもうんともすんとも言わないでね、これはね、クロス株乗りがハンター株に乗った時の落とし穴ですね。一体何が原因だったか皆さんわかりますか？はい、もちろんね、ガス欠じゃないですよ。キルスイッチをキルポジションにしてた。それでもないんですよね。クロス株にはない機能がハンター株にはついていて、それが悪さをしてたんですよね。その原因が何だったのか、ぜひコメント欄に書き込み皆さんお願いします。今ね、左手に見えてるのがね、東仏港というところですごい綺麗なんです。で、その脇にこのキャンプ場があるっていうのを分かりまして、もうね、日没が迫ってるんでね、早くもうテント張りたいなっていう気分で立ち寄ってみました。浜越水前浜キャンプ場というところなんですね。ところがですね、ここ見てください。もう狭い駐車場に車がこんなにね、駐車してまして、何やら相当混んでる雰囲気なんですよね。で、キャンプ場の方行ってみました。で、ここに水場とかあるんですけど、これね、立ち入り禁止のロープ張ってあるんで、ここはちょっとキャンプしちゃいけないみたいで、あとね、ここ、ハムシがいっぱいいてちょっとね、こりゃ厳しいなと思ってね、網走湖、もう日没迫ってますが、網走湖を目指すことにしました。ここね、網走市に入りましたね。といってもね、網走も大きいので、まだまだね、この網走湖までは距離があるんですよね。でもね、この夕日に染まるね、この空と川、大地、海の景色が最高ですね。はい、地平線にね、沈みかけている太陽をね、追いかけながら、ハンター株でキャンプ場を目指して走ってますね。さあ、日没までにね、キャンプ場にたどり着けるんでしょうかね。できればね、この日没とハンター株をね、写真に捉えたいなと思って走ってます。はい、もうすぐね、網走湖畔のキャンプ場ですね。とても評判のキャンプ場なんですよ。太陽待ってろカブじいさん。こちら網走湖畔の呼戸浦キャンプ場に着きましたね。日没までもうあと1分ぐらいって感じですかね。間一髪です。まあね、ここでハンター株止めてね、記念の動画と写真撮影しましたね。湖の向こう側に沈んでいく太陽、最高のドラマですね。急いでね、テントを張る場所を探し始めました。人とつかず離れず、トイレと水場も遠すぎず近すぎずの便利さ、静かさのバランスを考えつつの場所探しです。とね、突然この大型バイクのおじさんが話しかけてきて、いや、またナンシーおじさん出たーなるほどと思いきやね、湖畔側の方がね、日がすぐ当たっていいよって親切に教えてくださったんですよ。でね、もう日も沈むし、ここの隣空いてるからここにテント張ればなんて声かけてくださってね、助かりました。時間カツカツのカツじいさん。はい、日没がね過ぎまして、どんどん日が沈んできます。テントの設営、それから道具のセッティングを終えた時にはもうご覧の通り真っ暗でしたね。もうこのキャンドルランタン、まあ実用性、照明としての実用性はほぼないんですけど、見ていて癒されるんでね、セッティングしました。はい、まずはこのハイボール開けましてね、乾杯しますね。はい、お疲れ様でした。乾杯。いやー、もう今日はね、いろんなことがありすぎましたね。はい、このヘキサゴンウッドストーブにね、火を入れながら、お隣とのね、会話がね、ぼちぼち始まりました。お隣さんは函館からいらしてるそうで、このキャンプ場大変気に入って今日が2晩目だそうですね。で、テント、隣同士も何かの縁ですからといって、このホタテをね、3個もいただいてしまいました。ありがたいですね。私の夕飯は先ほどの道の駅で買ったね、特盛りメンチカツっていうのをフライパンで温めて食べますね。
時間がカツカツなだけにね。なんと驚いたことにお隣は私と同い年64歳だそうで、見た目がねお若かったんでね、びっくりしましたね。いただいた生ホタテにね火が入りましたんでね、いただこうと思います。大きいですね。こういうねダイナミックな焚き火で飯焼いて食べるっていうのはあんまりしたことないんで、なんかおっと落としちゃいましたけど、はい、3秒ルールで食べちゃいますね。3秒ルールって皆さん通じますか？これ新鮮なホタテだけにねすごい美味しいでしたね。お隣さんはレストランのシェフをされてるそうなんですね。で、お互い64歳ってことで、いつが仕事の辞め時か潮時なのかっていうのをなんとなく考えてる、同じ世代なのでね。シェフっていうのは職人の世界ですよね。で、いつが辞め時かっていうのを考えてみると、自分の後輩が育ってきて自分がいなくなっても継いでいける次世代が育っているかどうか、それが辞め時潮時の一つの見極めのタイミングかなと思ってると。で、ちょうど今がねそのタイミングなんじゃないかなっていうことで、ちょっと振り返りたくてこのツーリングに出ているそうなんですね。かぶじいさんは去年の北海道ツーリングの時にはもうそろそろ仕事リタイアして自分のプライベートをね思いっきり楽しみたいって、そういう思いがすごい占めていたんですよね。ところがあれから1年経ってみて、今は仕事があるからこそ休み、このプライベートな時間がより充実して楽しくありがたく生き生きと楽しめる、そんな風に思い始めて、もう少しね仕事は続けていきたいなってガラッと考え方が変わったんですよね。お隣さんとそんな互いに思ってることをね話し合っていて、なるほどねって、いろいろな考え方ありますよねなんて言いながらお酒をね交わしました。と驚いたことに、お隣さんも明日どこに行くかっていうのはあまり決めてなくて、天気見ながらその日どこ行くかなんとなく決めようと思ってる。私と一緒だなと思ってね、なんかすごい親近感が湧いてしまいました。今日は阿寒湖を出てからこの網走までトータルで318キロも走りましたね。株としては結構走ったなと思ってます。空を見上げますとちょっと欠けたぼやーっとしたおぼろ月がね綺麗に見えましたね。とても静かでいい夜です。いろいろなハラハラドキドキハプニングがありましたけど、終わってみると楽しい旅の思い出ですね。遠くをね網走本線が走ってます。まるでね銀河鉄道999みたいに湖面に光が反射して綺麗でしたね。今日は人助けができたり、お隣さんとの出会い、こういう一期一会の旅、心が満たされましたね。それではおやすみなさい。かぶじいさん次回予告編です。来週はかぶじいさんのこれまでの奇跡、そしてこれからについて皆さんと共有したい重大発表があります。皆さんあってのかぶじいさんチャンネル、ぜひ見に来てください。今回の動画いかがだったでしょうか？チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いします。来週の土曜日、重大発表。Don't miss it!